動車用品のクセです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ダイハツミラバンホーン交換。ダイハツミラバンオイル消費対策済みエンジンの5速マニュアル。そうなの？ブルートーンホーン3種類の音色がありますが、今回はタイプ2を取り付けます。深みのある高級セダンの音色、車検対応なのだ。ホーンリレーあるなしで音の大きさや音色が変わるのか試してみましょう。ホーンリレー、何それ12V 専用の渦巻き型ダブルホーン。ホーンの端子プラスマイナスの表示がありませんが、プラスマイナスどちらに接続しても問題ありません。クランク型ステー2本付属しています。三つ葉のホーンハーネスセット。耐熱防水の 30A パワーリレー、 30A ヒューズ付き極太配線、アース線3本、配線コネクター2つ、結束バンド4本。純正ホーン外します。フロントバンパー外します。傷防止のためマスキングテープを貼ります。フロントバンパーをフェンダーライナーに固定しているクリップを外します。フロントバンパーをアッパーラジエーターサポートに固定しているクリップを外します。フロントバンパーをロアラジエーターサポートおよびフェンダーライナーに固定しているクリップを外します。ナンバープレートを取り外し、クリップ1箇所外します。フロントバンパーの両端を引っ張り、はめ込みを外します。フロントバンパー外れました。純正ホーン1つだけです。この車は赤いプラス線が1本、アース線はついていません。純正ホーン外します。ホーンの取り付けボルトと取り付け部分のラジエーターサポートでアースを落としています。コネクターのロックを押して接続を外します。ラジエーターサポートステー取り付け部分に逃がし加工があります。後付けホーンは取り付けできるのか確認です。ホーンの開口部に水が入らないように下に向けて取り付けます。ステーの固定ナットを緩めます。開口部を下にして固定ナットを締めます。片側のホーン問題なく取り付けできました。ステーの逃げ加工ありません。クランク型ステーの取り付け穴がありません。分厚いワッシャーをスペーサーとして使います。取り付け穴に合うボルト用意しました。スペーサーを挟み込み、ラジエーターサポートに取り付け、裏側からナットを取り付けます。エンジンから高温の排気ガスが通り抜けるエキゾーストマニホールド。ホーンの後ろ側から10センチ程度離れているので問題ないと思います。ボルトをしっかり締めます。ホーン裏側のステー固定ナット締め付けできているのか確認。ダブルホーンしっかり固定できました。純正ホーンが1つの場合、ハーネスキットが必要と書いてあります。まずはホーンハーネスセットのアース線のみ使います。アース線をホーン端子に接続、端子の接続どちらでも構いません。クワガタ端子側金属部分に接続します。エンジンのアース線がありました。ラジエーターサポート側アースのボルトを外します。ホーンのアース線2本とエンジンアース線を一緒に固定します。アース固定ボルトしっかり締めます。ホーンボタンを押した時だけ電気が流れるプラス線。片側のホーンにプラス線を接続。ホーンボタンを押します。
片側だけですが正常になっています。2本の配線で電源分岐コードを作ります。電光ペンチで配線の被覆を剥きます。2本の線を1本にまとめて平型端子を装着。ホーンの電源コネクター側です。電光ペンチでかしめます。収縮チューブをかぶせてヒートガンで温めます。ホーン側端子とカバーを装着。電源分岐コード完成しました。ホーン2つプラス端子を接続。純正のホーンコネクターに分岐コードを接続。ホーンボタンを押します。正常になっています。2、3回鳴らしてみましたが、ホーンのヒューズが切れるなどの不具合は出ていません。次はリレーと極太ハーネス取り付けます。耐熱防水の 30A リレー。バッテリーのマイナス端子を外します。作業性向上のためヒューズボックスのカバーを外します。極太ハーネスの電源線 30A のヒューズとヒューズホルダー。端子部分水が入らないようにヒューズを上にして固定します。バッテリーのプラス線にヒューズホルダーを固定することにしました。バッテリーステー外します。バッテリープラス端子外します。バッテリー外します。ヒューズホルダーを結束バンドでバッテリープラス線に固定しました。電源線をバッテリープラス端子に接続します。バッテリーステーにリレーを固定することにしました。ハーネスのコネクターをリレーに接続。リレーをバッテリーステーに固定しました。赤色電源線に別売りのコルゲートチューブをかぶせます。バッテリー後ろ側車両ハーネスに電源線を結束バンドで固定しました。ホーンハーネスをバッテリー横からフロント側に引き回し、ラジエーター冷却ファンのハーネスにホーンハーネスを固定しました。リレーからの出力、黄色線とリレーの作動用青色線、別売りのコルゲートチューブを追加しました。コルゲートチューブの合わせ面をテープで固定します。ラジエーターリザーブタンクとラジエーターサポートの隙間にホーンハーネスを押し込みます。ホーンハーネス、ラジエーターサポートに結束バンドで固定しました。黄色線と青色線加工します。リレーからの出力、黄色線が長すぎるのでカットします。被覆を剥きます。平型端子とカバーを取り付けます。2本の黄色線加工が終わりました。別売りのコルゲートチューブをかぶせます。ホーン端子に黄色線を接続。ホーン側の配線は終わりました。次は2本の青色線。純正ホーンが1つの場合、ホーンのプラス線とボディアース1本ずつ接続します。ホーンのプラス線と青色線、取説では配線コネクターを使うことになっています。配線を加工して平型端子をつけることにしました。ホーンのプラスコネクターと青色線を接続。接続部分に結束テープを巻きつけました。もう一本の青色線はアース線と接続。配線コネクターは使いません。青色線にクワ型端子をつけました。ホーンのアースと同じ箇所に青色線のアースを固定しました。ホーンの配線すべて終わりました。ホーンのハーネスはラジエーターサポートとアクセルワイヤーに固定しています。
バッテリーのプラス端子を接続。バッテリーステー取り付け。バッテリーのマイナス端子接続。フューズボックスのカバーを取り付け。フューズホルダーとリレーの取り付け具合を確認。バンパーやラジエーターグリルにホーンが接触していないか確認。問題ありません。リレーあるなしの比較です。リレーをつけると音が大きくなるのだ。そうね、音圧が高くなり音抜けが良くなっているわね。でもリレーがなくてもホーンは鳴るのだ。リレーはつけた方がいいわね。後付け保音は純正保音より消費電力が大きくなるのよ。そうなの？大きな電気が流れてヒューズが切れる可能性があるのよ。この車はホーンとハザードが同じ回路になっていて10アンペアのヒューズね。わかったのだ。めんどくさいけどつけた方がいいのだ。リレーは小さい電力でバッテリーから直接大きな電気を安定して流すことができるの。どういうこと？青色と黒色の細い線に保温スイッチからの電気を流すとリレーのコイルに電気が流れます。コイルに電気が流れると磁石になります。磁石に可動接点が引き寄せられ固定接点とくっついてバッテリーから直接保温に電気が流れます。赤い線がバッテリープラス、黄色い線は保温のプラス、太い配線です。リレーの仕組みがわかったのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。